flavors 我慢しないで If it out in sweet na haters 隙間風の whisper 手錠は夕日見つけたよ心が安らぐ my home my love Inter FM 897 Utah at home みんなおかえり。そしてメリークリスマス。メリークリスマス。インター FM897 NCT127 ユータのユータアットホーム。毎週金曜日の夜11時、僕 NCT127 のユータが DJ を担当しています。今日はメリークリスマスということで、みんなと一緒に楽しい時間を作っていきましょうということでですね、最近の僕なんですけど、やっぱりクリスマスなんですけど、なかなかね、僕たち年末結構忙しく過ごさせてもらってまして、年末のね歌謡祭の準備だったり、あとはね日本のアルバムもね2月に出るんで、その準備だったり結構忙しく過ごさせてもらっています。なんかクリスマスって聞いて、クリスマスになんかやったことあるかなと思ったんだけど、やっぱね韓国来て8年目9年目ぐらいになるんだけど、やっぱり25日ってなんかねやっぱりスケジュールがあって、そうかクリスマスかれこれ8年9年休んでないのかとか思いつつね思ってたんだけど、今回9年目でやっとねこうやって、僕が担当するラジオを持たせてもらい、こうやってね25日の夜を、リスナーのみんなと過ごすってすごいなかなかね意味のあるそういう時間だなって一人でね家で考えてました。でもね一個すごい不安なことがあるんだよね。25日の23時だよ。みんな絶対ちょっとあれでしょ、聞かない人もいるでしょ。ちょっとねそこ不安なんだよね。みんなファンのみんなは聞きますって言ってるけど、なんやかんや言ってまあね、もう彼氏さんもいる人もいるでしょうし、彼女もいる人もいるだろうし、まあね中には友達だったり家族と過ごす時間っていうのを大切にねしないといけないから、この23時ラジオ聞いてくれるかなっていうねちょっとの不安はあるんですけど聞いてくれるよねもちろんね。はいということなんですけど、まあねぼっちの人はこのラジオね、僕もぼっちなんでね、ぼっち同士一緒に楽しい時間を作っていきましょうということでですね、僕に皆さんの声をねどんどん届けてください。番組ハッシュタグはゆうた897ゆうた897、メールはゆうた897@interfm.jp ゆうた897@interfm.jp です。音楽の方は NCT127 の曲だったり、その他ね皆さんに僕が今届けたい曲をオンエアしていこうと思います。早速なんですけど、まず1曲目をね紹介しようと思います。今回何をねみんなに紹介しようかなって結構悩んだんだけど、やっぱりクリスマスなんで今回はバラードをねちょっと静かな曲だったり、ちょっとクリスマスに合った曲をね紹介していこうかなと思います。それでは1曲目 NCT でノエ春。インター FM897 からお送りしている NCT127 ユータのユータアットホーム、 DJ は NCT127 のユータです。お送りしたのは NCT でノエ春でした。はい、今日は皆さんクリスマスですよ。ジングルベルジングルベルってね子供の頃すごい歌った記憶があるんですけど、最近のねクリスマスの過ごし方はやっぱりさっきもね言ったんだけど結構忙しく過ごしたんで、今日のねこのクリスマスはねみんなととことんおしゃべりしながら楽しい時間を過ごしたいなと思っています。あとねクリスマスで言えば去年ね東方神起先輩のホワイトというね曲をカバーして、出させてもらったんですけど、それからもう1年も経つのかっていうことですよね。すごいたくさんの方に聞いてもらってすごい良かったよって言ってもらってすごい嬉しかったんですけど、それからもう1年経つんですね。すごい早いなと思いますね。メンバーのみんなともクリスマス、スケジュールが終わったらねいつもクリスマスの映画を見たり、ケーキを買ってねメンバーとちょっと軽くお酒を飲んだりすることがあるんですけど、ク
クリスマスね、僕みんなにおすすめしたいね映画が1個あって、ポーラーエクスプレスっていうね映画がアニメーションみたいな感じであるんだけど、すごいもうおすすめ。毎年見てるね、クリスマスが近づいてきたら絶対に1回か2回は家で見る映画なんですけど、すごい面白いので、皆さんね、クリスマスだったり、クリスマスちょっと過ぎてもね、まだクリスマス気分を味わいたいなという方はぜひ見てほしい映画です。はい、早速次の曲に行きたいなと思います。今回は、2曲紹介しようと思います。 NCT で10で NCT で Coming Home。 インター FM897 からお送りしている NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。 DJ は NCT127 のゆうたです。お送りしたのは NCT10 で Coming Home でした。皆さんクリスマスどう過ごしてましたか？子供の頃。僕の子供の頃のクリスマスはですね、すごいね、欲しいものが結構たくさんあったじゃないですか、やっぱり子供の頃って。で、その中でも僕はね、ガンダムのプラモデルだったり、あとね、ウルトラマンのね、フィギュアだったり、あと何があったかな、ベイブレード。ベイブレード。そう。子供の時にすごい流行ったのよ。ゴーシューってやってこう、コマみたいなのをね、こうバーって回して戦うゲームなんだけど、それがね、欲しくて、12月になったらね、家の前、ポストがあるじゃん。ポストにチラシがね、こう配られるんだよね。そう、子供のおもちゃの、なんていうの？ビラみたいなのが配られてきて、それをね、見て、毎回自分の欲しいものを、もう1週間、2週間くらい前からチェックするのよ。チェックして、それを切り取って、で、自分の作ったノートブックみたいなのにパッと貼って、これ欲しいですっていうのをサンタさんにお手紙書いて、で、枕の上に置いて寝るという幼少期でしたね、僕は。そう。すごい純粋だったんだよね。そう。で、24日の夜は絶対に寝ないでおこうと。だってサンタさん一回は見たいじゃん。子供の時って。そう。だから絶対に寝ないぞと思いながら寝て、25日の朝に枕元にパッと自分の欲しいものが置いてあって、深夜ね、3時ぐらいかな、3時4時ぐらいにバッと起きて、でプレゼントを確認して、プレゼントを抱きながら寝てましたね。懐かしいな。みんなクリスマスどう過ごしてましたか？みんなもやっぱ欲しいもの結構あったよね、子供の頃って。ねえ、みんなはどうやってサンタさんにお願いしてたんだろう。まあ一緒か。そうだね、子供の頃は。あと子供の頃のエピソードといえば、大阪って雪すっごい降りづらいのよ。そう、雪が全然降らなくて、子供の頃クリスマスでね、雪降った記憶がね 1,2 回しかないのよ。で、積もらないから雪遊びがすっごいしたかったね。みんなどうですか？地方だったらやっぱり雪がねたくさん降って雪遊びとか子供たちでねしてるっていうイメージがあるんですけど、この前か、去年一昨年ぐらいに北海道で仕事に行った時ね、雪祭りの雪祭りっていうイベントがあって、そこで北海道に行ったんだけど、その時は雪がすごい積もってて、北海道のクリスマスってやっぱすっげーって思いましたね。僕の子供の頃のエピソード、そして最近クリスマスですっげーと思ったエピソードを永遠と喋ってました。はい。ここで、一曲ね、みんなにお届けしようかなと思います。まあクリスマスといえばすごいベタなんですけど、マライア・キャリーで All I Want for Christmas is You。 インター FM897 からお送りしている NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。 DJ は NCT127 のゆうたです。お送りしたのはマライア・キャリーで All I Want for Christmas is You でした。今週はクリスマスということで、リスナーのみんなと意思疎通ゲームで遊んでみたいと思います。はい。クリスマスにまつわる〇〇といえば、みんなもね、クリスマスだったらこれだっていうのがあると思うんだけど、それをね、A と B の2択で、僕と答えが一緒なら、僕らは意思疎通できてるってことだよね。
素敵なクリスマスナイトを過ごせるかもしれませんね。はい。皆さんもね、〇〇といえばを一緒にね、僕と考えてみましょう。ということで、早速なんですけど、まずね、第1問から問題を出していこうかなと思います。まずはね、クリスマスといえば待ち合わせですよね。待ち合わせ場所を選ぶとすれば、A、相手が迷わないように分かりやすい駅前の場所。B、せっかくクリスマスなのでどこか綺麗なイルミネーションのある場所ということなんですけど、さあ皆さんは A と B どっち？シンキングタイム。僕の答えは B、せっかくのクリスマスなのでどこか綺麗なイルミネーションのある場所。はい、 B でした。 B を答えた方、僕と待ち合わせするときに必ず会えます。言わなくてもね。はい。なんかね、俺こう見えてもすごいロマンチックに行きたいとこはロマンチックでバッと決めたいタイプなのよ。そう、ちょっとキザなとこあるからね。そう、それでやっぱりクリスマスってなんかまあ俺のイメージなんだけど、クリスマスって正直クリスマスっていう単語さえなかったら本当に何もない一日じゃん。でもそのクリスマスっていうだけでもうすごいなんか人を幸せにしてくれるじゃん。だからクリスマスってすごいなと思ってて、だからそんなね素敵な日をなんか分かりやすい場所で会うのは俺嫌だなと思って、そうだから誰かと、まあ、もちろん誰でもいいんだけど、誰かと会うときはやっぱりね綺麗なイルミネーションだったりなんか特別な場所で待ち合わせして、やっぱり待ち合わせ場所って人と人が初めて会う場所じゃん。だからその初めて会う場所は綺麗に決めたいよねということでした。はい、そういうことです。じゃあ続いて2問目。続いてクリスマスディナーです。クリスマスの夜に行きたいのはどっち？ A、おしゃれなイタリアンレストラン。 B、仲間とワイワイできるよく行くお店。さあ皆さんは A と B どっち？じゃあ答えを発表しようと思います。僕の答えはですね A と見せかけて B でした。はい、これはね待ち合わせ場所はパッてやっぱりね決めて、あれどこ行くんだろうと思わせて、ここでギャップですよね。一回バッとギャップを入れて、あれこういうとこなんだっていう。あと単純に俺あんまり喋りがそんなに上手くないから、そうあんま喋らないし、そう何喋っていいか分からなくなるから、やっぱりねそうだから俺ね絶対初デートとかでも映画とか絶対無理だもん。絶対遊園地行くタイプ。もう喋らなくてもいいようなそういう場所だから、ご飯食べる時もやっぱりちょっとなんていうの、親近感があって、まあ、ガヤガヤしてるんだけど、そこでまあ楽しくご飯を食べるっていうのが僕はありかなと思います。これあれだよ、彼女と行くっていう体みたいな喋り方してるけど、そんなことではないからね。誰と言ってもってことだよ。友達と言ってももちろんそうすると思うし、はい、答えは B、 仲間とワイワイできるよく行くお店でした。じゃあさて3問目いきたいと思います。クリスマスケーキを買おうと思います。買うならどっちのケーキということで、 A、 やっぱり定番のイチゴの乗ったショートケーキ。 B、 聖夜を彩るシックなチョコレートケーキ。さあ皆さんは A と B どっちでしょうか？答えは B、 聖夜を彩るシックなチョコレートケーキでした。これは聖夜を彩るとかを全部抜いて、単純にショートケーキよりチョコレートケーキの方が好きだからでした。はい、僕ね昔からショートケーキあんまり食べれないんだよね。だから誕生日とかでも母に絶対にショートケーキじゃなくてなんか他のチョコレートケーキとかにしてってよく言ってたんですよね。なんで単純にこれは
僕が食べたいチョコレートケーキでした。はい。じゃあ4問目いこうかなと思います。今夜はお家で映画を見ましょう。見るならどっちの映画？ A、超定番、子供心に帰れるホームアローン。 B、ロマンティックに大人な映画のラブアクチュアリー。さあ皆さん A と B どっち？これ難しいね。これ難しいな。どっちだろうな。どっちかな。どちらかといえば僕の答え A、超定番、子供心に帰れるホームアローンでした。はい。やっぱりね、ドラマチックなやつもすごい見るんだけど、クリスマスってやっぱり童心に帰れるじゃん。唯一ではないけど数少ない日じゃん。だからやっぱりクリスマスってやっぱりさっき紹介したポーラーエクスプレスだったり、クリスマスにしかあんまり見ないなっていう映画を僕見たいんだよね。ロマンチックなやつはさ、クリスマスじゃなくても別に見ようと思ったら見れるじゃん。でもなんかそのクリスマスっていう題名が入ってたり内容っていうのはやっぱりクリスマスじゃないと見ないじゃん。だから A だね。超定番、子供心に帰れるホームアローンでした。じゃあ僕と答えが一致したのは何問ありましたか？意外にね、みんなね、結構全問正解者はね多分いないと思うんだよね。そうだって俺ギャップとかでなんかちょっと違うこと言ったりしてたからなかなか当てるの難しかったと思うんですけど、どうでしたか皆さん。ここで最後にもう一問、問題を出題しようと思います。クリスマスプレゼントとお年玉よりもらって嬉しいのは？これはですね、皆さんとリアルタイムで意見を楽しんでいただけたらなと思うので、Twitter でどしどし、意見をください。ハッシュタグはゆうた897。回答と理由をどしどしご投稿お願いします。それではここで僕ら NCT127 のナンバーをお届けしようと思います。NCT127 でデイドリーム。インター FM897 からお送りしている NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。 DJ は NCT127 のゆうたです。お送りしたのは NCT127 でデイドリームでした。はい、ここでユーターズパワープレイのコーナーです。はい、毎週テーマに沿った僕のオリジナルチャートトップ3を発表しようというコーナーなんですけど、今週のテーマはやっぱり今日がねクリスマスなので、僕がクリスマスによく聴く曲トップ3を、皆さんに発表したいと思います。早速なんですけど、ナンバー3は清水翔太さんで冬が終わる前に。はい、この曲はですね、この曲意外と2年ぐらい前かな、 2,3 年ぐらい前にクリスマスで友達に紹介してもらって、クリスマスの時はよく聴く曲ですね。僕がクリスマスの曲でカバーしたいってなったらこの曲をねしたいなって思うほどメロディーもいいですし、その曲の雰囲気っていうのがすごい好きです。歌いやすいですね、メロディーも。はい、ナンバー2は桑田佳祐さんで白い恋人たち。これはもう王道ですよね。もう王道。はい、僕サザンオールスターズもすごい好きで、父がよく聴いてたのでサザンオールスターズを。なのでその延長線で桑田佳祐さんの、曲も結構聴くんですけど、やっぱりクリスマスといえば白い恋人たちということでね、ナンバー2に入れました。そしてですね、ナンバー1はこの曲はクリスマスじゃなくても聴くね。ダルクアンシエルさんで雪の足音。はい、これはねもう1日に100回ぐらい聴いてるんじゃないかな。今この時期だともう車移動の最中ずっと流しっぱなしにしてたりもする時もあるぐらい好きな曲です。ということでこの3曲の中から2曲をお届けしようと思います。
どうしようかな。そうだね。1曲目は桑田佳祐さんで白い恋人たち。そしてラルク・アンシエルさんで雪の足跡。インターフェム897からお送りしている NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。お送りしたのは桑田佳祐さんで白い恋人たち、ラルク・アンシエルさんで雪の足跡でした。そしてですね、今日もメッセージがたくさん届いています。少しね、紹介していこうと思います。ラジオネームゆうゆうゆうさん、すごいね、ゆうゆうゆうさん、言いにく。放送聞きました。パチ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 。可愛かったです。ゆうたくんの標準語新鮮です。でも関西弁で気軽にもっとお話ししてほしい気もします。そうだよね。質問です。散歩行くって言っていましたが、メンバーと行くこともありますか？誰と行きますか？という質問をいただきました。基本的に散歩はね、一人で行くことが多いかな。なんか散歩ってただ単に散歩するんじゃなくて、ちょっと考え事だったりリラックスしたいなっていう時に基本的に散歩するから、なんか人といたらやっぱりちょっと気使っちゃうところもあるし、考えてる最中にちょっと喋られたらちょっとあれじゃん、嫌じゃん。だから基本的に散歩は一人で行くことが多いかな。で、朝方かな。本当に朝もう6時ぐらいかな。そう、日の出を見たいから基本だから、散歩は一人で1時間ぐらい音楽を聴きながら考えることをして、太陽を見ながら、今日も一日頑張るぞっていう感じで散歩してますかね。そんな感じかな。じゃあ次、ズッキーナさん。実は今大学生なんですけど、将来の夢が決まらないんです。私はコンピューターエンジニア系の職業に就きたいなと思っているんですけど、母はそれを拒んでいます。ゆうたくんなら自分の夢を追求しますか？それともお母さんの望む通りに生きる道を選びますか？結構きつめの質問でごめんなさい。泣きということなんですけど、大学生か。大学生、すごい結構ヘビーな質問だよねこれ。自分のやりたい道を行くか、お母さんが望んでる道に行くかということですよね。俺だったらやっぱ自分の望んでる道に行こうとすると思いますね。なんでかっていうと、やっぱり仕事をしていく中で一番大切なものが何個かあるんだけど、その中の一つに、俺はね、やりがいっていうのを一つ大切にしてますね。やっぱりやりがいだったり目標っていうのがあれば、ちょっときつかったりしてもやっぱり頑張れちゃうんだよね。なんでかっていうと、その先に自分が見据えてるものがあるから。でもそれがなかったら人間ってなかなか頑張れられないと思うんだよね。なんでかっていうと、その目標っていうのがないから。で、やっぱりね、母とか父とかって、家族もそうなんだけど、やっぱり人生を僕らよりちょっと長くね生きてるから、やっぱり経験もすごい多いし、人生こうした方がいいっていう考えはね、もちろんねわかるよ。それはわかるし、理解もできるんだけど、やっぱりね、他人が選んだ仕事について自分が幸せになるか幸せになれないかっていうのを考えた時に、自分がどう思うかだよね。それが一番大切で、だから結局自分の道を選びました、失敗しました、でもその責任はやっぱり自分でね背負わないといけないよね。その覚悟があるならば、そっちに自分のね望んでいる道に行くのは全然ありだと思いますね。あとね、僕こういう質問でねよく思うのが、なんていうの、例えば何かの会社に入りました。で、全然楽しくありませんとか、辞めようか悩んでますとか、そういう質問が結構あるじゃん。でもね、僕ね、そういう人たちに言いたいのが、1年2年は頑張って続けてほしいと思っちゃうんだよね、やっぱり。なんでかっていうと、1年2年ってやっぱり仕事とか、ダンスとか歌で例えると基礎の練習をしてる部分なんだよね。そう、ダンスをやるんじゃなくて、ダンスをする上で
必要な基本をやってるとこだから、しんどいのはやっぱりどうしてもついてきちゃうんだよね。だからそこでしんどいな、これ合ってないなって思っちゃうっていうのももちろんわかるんだけど、その1年2年ってすっごい後々ね自分にプラスになってくるし、で結局仕事を変えちゃうとどういうことが起こっていくかというと、変えた先でまたね新しい仕事に就いたらその基礎をもう一回やらないといけないんだよね。ってことはすごいしんどいこの悪循環が起こってるわけ。こっちの仕事で基礎半年やりました、ダメでした、また違う仕事に行きます、またダメでしたって言ったら、基礎もできてないのにてんてんってしちゃうとやっぱりね結果につながっていかないっていう、これは僕の持論なんですけど、それがやっぱり増えていっちゃう。だからもしね自分のね選んだ道があったとして、そこに行くのであれば1年2年は最低でもかかるよっていうことは言いたいね。自分の夢に向かってぜひ頑張ってください。応援しています。それでは今週のラストナンバーに行こうと思います。NCT127 でベキャ。お送りしたのは NCT127 でベキャでした。お悩み相談だったりね、なんか僕に質問があればこれからねどんどん送ってほしいなと思います。できる限り僕がねできる限りの、質問の答えだったりなんか意見があればみんなにねみんなとどんどん共有していきたいなと思ってるので、たくさんの、質問待ってますギリギリクリスマスに間に合った今週の NCT127 ゆうたのゆうたアットホームいかがだったでしょうか。はい、これからもね皆さんの声を僕にどんどん届けてほしいなと思います。番組ハッシュタグはゆうた897ゆうた897、メールはゆうた897@interfm.jp ゆうた897@interfm.jp です。それでは来週もインターフェム897でお会いしましょう。金曜日夜11時になったら僕の部屋また遊びに来てください。 DJ は NCT127 のゆうたでした。それではいってらっしゃい。メリークリスマス。